い、こんにちは。MD ジャックです。愛です。耳の妖精ミミです。はい、今回は多機能ヘッドフォンアンプミューズハイファイ M4 です。多機能って何？ヘッドフォンアンプと USB ジャック、そして Bluetooth レシーバー機能も追加されたのよ。へえ。M3-2 のレビューしてからまだ5ヶ月くらいしか経ってないのに、もう M4 がリリースされたんで、ちょっと驚き。ミューズハイファイのダックアンプとしては M3、M3-2 に続く第3世代モデルとなり、基板の見えるデザインが目を引くフラッグシップモデルね。なんか M3-2 とは外観からして別物ね。何なんだろうね、この差は。ほんとだよね。今回はイヤホンレビューじゃないから、機能紹介と感想動画になっちゃいますが、お付き合いいただければと思います。M4 の第一印象ですが、これは買いなモデルだと思いましたね。いきなり結論出ちゃったから、レビューしなくてもいいか？また、ミミーちゃんは極端なんだから、お腹空いてる？なんか食べる？いらん。冗談はさておき、最初は何から見ていこうかね。やっぱパッケージ内容か。どれどれ？本体の他はこんだけか。わざわざ見るほどのこともなかったね。本体に貼ってある保護フィルムは一旦剥がした後、撮影のために貼り直したから気泡だらけになっちゃった。ジャックさんが写真撮っとくの忘れて、すぐ音聞いたからだよ、これ。ごめん。指紋がつきやすいから剥がさないで使うか、別にフィルムを買ってカットして貼るといいかも。ケースはないのかな？ないみたいね。自分で作っちゃおうか。サイズ、重さは上の通りで、もう少し大きいのかと思っていましたが、ウェブの写真の印象より小さかったです。大きさのイメージとしては、画面サイズ 6.67 インチのスマホの4分の1程度です。M3-2 と比較するとこうなります。だいぶ違いますね。あと、FiiO BTR7 も比較されがちだと思うので、載せておきましょう。ほぼ同じようなサイズで、BTR7 はちょっとスリムですね。小さいながら液晶画面のある BTR7 は操作の視認性は当然 M4 よりいいですが、M4 は基板が見えるデザインになっていて、これはこれで好きですよ。基板が見えるデザインの領域を半分にして、残りの部分が液晶だったらもっと良かったかもしれませんね。M4 には 2.5mm、3.5mm、4.4mm のコネクターが揃っているのも魅力。USB Type-C は DAC 用と充電用が分けてある。USB ダックとして使用の場合はバスパワーで駆動し、Bluetooth 接続時は M4 本体のバッテリーで駆動。内蔵バッテリーは最大8時間持つとのこと。PC 接続時は基本、ドライバー不要で BSD のネイティブ再生時のみアジオドライバーが必要。フロント2箇所のインジケーターでゲインのハイローのステータス、電源オン時のボリュームのステータス、7種類のデジタルフィルターを選んだ時のステータスの確認ができる。慣れは必要だけど、まあいいでしょう。Bluetooth 接続については、まず対応コーデックなどは上の通り。チップセットはクアルコム QCC5125。普段あんまりやらないけど、ペアリングは NFC で簡単にできちゃう。左サイドは再生音源のサンプリングレートなどを色で表示。電源オンオフ、一時停止、着信応答のボタンが兼用。そしてゲイン切り替えスイッチ。右サイドはボリュームコントロール。60段階あって微調整できるのは実際使ってみるとすごくいいよ。マイナス側長押しで7種類のデジタルフィルターの切り替え。プラス側長押しでミュート。そして7種類のデジタルフィルターはマイナス側長押しで順に切り替わり、切り替え後にフロントインジケーターが点滅して今何が選択されているか点滅の回数で把握できます。点滅の回数を数えながら見てるのがちょっと微妙な時間ではありますけど、7回点滅するの数えるのって思っちゃいました。内容は上の通りで4回点滅がデフォルトになります。愛には違いがよくわかりませんでしたので、効果は実際に切り替えてご確認ください。そういえば、これいくらなんだっけ？お高いの？ミューズハイファイのヘッドフォンアンプのフラッグシップモデルだけど、実売価格は2万切るぐらいなのよ。機能面からするとさほどお高くはないんじゃないかしら。ダックチップセットがデュアルで搭載だとさらにお高くなるんでしょうけど、M4 はシングルなの。ES903892M。よく聞くチップセットね。アンプ部には ESS-ES96039 チップを搭載。USB ダックとして最大 384kHz、32bit PCM と DSD 見頃のハイレゾ音源や MQA レンダラーにも対応。スペックをつらつらと喋ってきたけど、実際聞いてみてどうだった？そうだね。最初に NFC で Bluetooth 接続して LDAC で聞いてみたんだけど、まあ特に何も言うことないかな。十分だと思ったよ。癖のある感じもしない。好きなケーブルとイヤホンつないで家の中で動き回れるし、もちろん外でも。あ、これは音質には関係ないか。そうですけど TWS とは一味違いますよね。イヤーフックと同じような感覚でしょうけど、微ケーブルの楽しみもありますよね。そうそう。もちろん有線接続も良かった。普段から色々なイヤホンやケーブルで聞いているとアンプが変わった時に違いが分かりにくいんで、いい加減なことは言えないけど、FiiO K7、BTR7、Q11 などと聞き比べると似た感じがするし、M4 の欠点と思えるようなものは感じない。今度サウンドチェックの収録に M4 を使ってみようかな。逆に M3-2、全ダック、SMSLM500 などとは傾向が違うんで、違いも割と分かりやすいんだけどね。ってことは M4 はいいってことですよね。うん、いいね。FiiOみたいにアプリでコントロールはできないけど、それが欠点とも思わないし。
何時間かかけてデジタルフィルターの違いが視覚化できるかと思って音収録してグラフ化してみたんだけど、公開するには根拠が足りなかったんでやめたんだよ。あと M3-2、K7、BTR7、Q11 をイヤホン通さずに LINE 録音で比較もしてみて、波形に違いは出てるんだけど、誤差なのか本当に違っているのかの判断がつかなくてね。そんなわけで感想しか言えませんが、 M4 はなかなか魅力的なモデルですね。BTR7 より TIO のニューモデル BTR15 の方が価格的には近いです。BTR15 のスペックを見るとこれも魅力的でしたので、強力なライバルモデルになりますね。ということで、ミューズハイファイの多機能ヘッドフォンアンプ M4 のレビューでした。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。